おはいえなし。突然ですが皆さん、すり抜けは好きですか？すいません、好きなわけないですよね。私も嫌いです。皆さん、おのおのいろんなガチャゲーにハマっているかと思いますし、私は黒ゲームスの名調にハマってるし好きなんですけど、このすり抜けシステムについてだけは悪魔の所業だと思っています。では皆さん、この数値が何を意味しているかご存知でしょうか？正解は80連天井すり抜けありのガチャシステムにおけるピックアップキャラを引くまでの期待値です。期待値って言葉を知らない方向けにやや乱暴に説明すると、80連天井すり抜けありのガチャを地球上に住む81億人全員が一斉に挑戦した時、それぞれ人によって70連やら130連やら10連やら結果が出ると思いますが、その結果の平均値を取ると83連になるということです。この動画を見ている人はすり抜けに深い憎しみを抱いている人だと思うので、天井って何、すり抜けって何って方はいないかと思いますが、もしそこからわからんって方は概要欄の動画を参照ください。で、この83連という数値どう思いますか？は？少なくねって思いませんか？この前俺70連すり抜けからの70連だが、期待値83連って140連叩いた俺への侮辱って思う人も多いのではないかと思います。ちなみに80連天井すり抜けありは名調のピックアップキャラガチャのルールなので、原神だとするとここエアプ勢なのでミスってたら恐縮なんですが、ピックアップキャラなら90連天井の 45% ですり抜けだそうで、期待値は約93連だそうです。は？この前俺80連すり抜けの80、わかりましたわかりました。この動画はそんなすり抜け地獄に苦しむ我々にすり抜けない方法を伝授する奇跡の動画ではなく、83連って本当かよって思い、私が検算してみた過程で、言われてみればそうかってちょっとした気づきがあったので、皆さんに共有する動画です。その気づきを知ったからって別にすり抜ける確率が下がるとか10連で出るようになるとか、そんな一切ないんですけど、なんか天井からの天井を叩いた時にほんの少しだけ気が楽になるかも。軽い動画なので酒のつまみにでもお聞きください。それでは本編どうぞ。家なしララチャンネル。早速ですが皆さん、期待値83連と聞いた時に83連叩く人が最多とイメージする人もいるのではないでしょうか。要はさっきの例で言うと64億人が一斉に名調のピックアップキャラガチャをした時、83連の人が最多で、次いで82連84連の人、その次に81連85連の人が多いみたいなイメージを抱く人もいるのではないでしょうか。結論から言うとこれは間違っています。いきなりどちゃくそ物騒なこと言うんですが、有名なエピソードなのでご容赦いただくとして、全国の中学校の校長先生の1人当たり売春人数の平均値はご存知でしょうか。正解は 1.2 人です。へえ、我々が小さい頃にお世話になった校長も1人か2人は売春してるんだ。そんなわけないですよね。これにはからくりがあって、2015年逮捕されたあるレジェンド校長先生が人生で累積12,660人売春してしまったせいで、日本の校長先生の売春人数の平均値がもともと0人だったところ、いやもともと0人だったかは分かりませんが、0人ということにしておいて、その平均値が大きく引き上げられてしまったのです。0人足す0人足す点々点足す12,666人割る約1万人イコール平均 1.2 人ってことですね。全く同じではないんですが、これと似たようなことが冒頭お話しした83連の世界でも起きているということです。こちらの情報をご覧ください。これは名調のあるキャラのピックアップガチャにて星5キャラを引くために要したガチャ回数とその人数のヒストグラムです。横軸が星5キャラを引くまでのガチャ回数で、縦軸がそのガチャ回数で星5キャラを引けた人数です。世界中の有志が集計したもので、生成の数もすごいことになっているので、傾向を語るためのサンプル数としては十分量確保できていると考えます。見ていただくと一目瞭然で、66連ぐらいから急激に確率が上がっていますね。なので65連までに星5キャラを引ければかなり幸運な方で、逆に言うと78連とかまで叩いちゃうとどちゃくそ不幸な民であるということが伺えるかと思います。これは名調の例ですが、ホヨバゲーにおいても同様の傾向を表しているはずなので、以降はこの名調のデータをもとに話を進めます。注意事項として、これはあくまでピックアップされた星5キャラではなく、単に星5キャラを引くまでに要したガチャ回数です。なので例えば66連で星5キャラを引いた人は6379人いますが、実際この中でピックアップ星5キャラを引けた人でいうと、すり抜けの関門突破した半数の約3200人だと想定されますが、一旦そのすり抜け話は置いといて、単に星5キャラを引くまでのガチャ回数だけに注目してみます。問題です。さっき80連天井すり抜けありのガチャでピックアップ星5キャラを引くまでのガチャ回数の期待値は83連と言いましたが、じゃあ80連天井のガチャで単に星5キャラを引くまでのガチャ回数の期待値はいくつぐらいになると思いますか？要は名調でいうモチーフ武器ガチャの仕様と同じですね。いくつでしょうか？正解は58連です。この情報をさっきのヒストグラムに重ね合わせるとこんな感じになります。期待値としては58連ですが、イコール58連で星5引く人が一番多いのかというとそうではなく、実際は71連あたりで引く人が一番多いですね。期待値と最頻値は必ずしも一致しないということです。
そしてここにすり抜けという話が加わるとさらにグラフがいびつになります。では星5キャラを引いた人のうちそれぞれ 50% の人がすり抜けを食らい、その人たちがブチ切れながら再び80連天井のガチャを回したとしましょう。名称でも他のホヨバゲーでも一度すり抜けた後は確定でピックアップキャラが出るかと思いますので、2周目のガチャはすり抜けなしとします。この時さっきと似たような感じでピックアップ星5キャラを引くまでに要した回数を横軸に、その回数で引けた人を縦軸に取るとヒストグラムはどんな形状を描くと思いますか？まず横軸は倍に伸びますね。1周目の1連でピックアップキャラを出したウルトラスーパー勝ち組から1周目80連ですり抜けて2周目80連で、つまり通算160連でピックアップキャラを出したウルトラスーパー負け組まで160種類の結果に分かれると思います。そしてさっき期待値は83連と先にネタバレしちゃいましたので、83連あたりのところに線を引っ張っておきます。では分布としてはどうなるでしょうか？正解はこちらです。一応どうやって出したのか超早口でくっちゃべると、とお願いして出させたものです。処理の途中で細かい情報が落ちているので厳密な数値は見ずにグラフの形状だけ注目してほしいんですけど、83連でピックアップ星5キャラが出てきた人が最多というわけでも何でもなく、70連あたりでピックアップキャラが出てきた人たちがボリューム層で、その層の数には劣りますが140連あたりまで叩いてしまった人たちが次のボリューム層であることが分かりますね。めっちゃ乱暴に言うと勝ち組と負け組がくっきりと分かれることになって、それを鳴らすと期待値83回になるということです。だからなんやねん。いや別にそれ以上のことはないんですけど、ただあえてこの情報に意味付けをするならば、まずすり抜けさえしなければ天井深かろうが文句なく勝ち組であるということ。すり抜けてしまったとして、例えば70連とかですり抜けてしまったとしても20連とか30連とかで出てくれば、つまり累計90連とか100連とかであれば期待値83連と比較すると若干渋い結果ではあるものの、140連近く叩いた負け組と比べれば十分に勝っている、いわゆる耐えであること。そして残念ながら140連近く叩いてしまった人でも期待値83連と比較するととんでもなくゴミみたいな下振れを引いたように感じてしまうかもしれませんが、実はそれぐらい叩いている人が次の2番目のボリュームゾーンではあるので、自分だけなんでと思わずにこの界隈で絆め合えばいいじゃない。このヒストグラムから意味付けを図ろうとすればそんなところだと思います。以上です。いやだからなんだよって言われたら、いや別になんですけど、私自身期待値83連という数値が信じられなくて検算している過程で、あそっか期待値83連って別に鳴らすと83連なだけであって83連がボリュームゾーンってわけじゃないのかって再認識し、来たるスーパー下振りに備えてなんかちょっと心構えができそうだったので、豆知識として皆さんにも共有させていただきました。皆さんのガチャに関するマウントあるいは不幸自慢ありましたらぜひコメントください。以上です。家なしララは限られた時間でゲームを最大限楽しむためのコンテンツを提供しています。今後作成するソシャゲ初心者目線動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画作成次第 X でも速報しますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。また表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますのでそちらも何卒。結論、すり抜けは悪。おついえなし。